皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は京都府の京都市について紹介するわね。おお、ついに来たな、日本のこと、京都市だぜ。わあ、京都って聞くだけでワクワクするわ。お寺とか神社がいっぱいあるところよね。そうそう、世界遺産が17個もある日本を代表する観光都市なんだぜ。17個も。すごいじゃない。それって日本で一番多いの？世界遺産の構成資産数としては日本トップクラスだぜ。古都京都の文化財、として一括登録されてるんだ。へえ、まとめて世界遺産になってるのね。それじゃあ、千年の都、京都の魅力をたっぷり紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。まずは京都市の基本的な情報から教えて。京都市は京都府の南部に位置していて、人口は約146万3000人の大都市だぜ。146万人。思ったより都会なのね。実は日本で7番目に人口が多い政令指定都市なんだぜ。面積は約 827.83 平方キロメートルで、東京23区よりも広いんだ。東京23区より広いの。京都って古い街並みのイメージだけど、実はすごく大きな都市だったのね。人口密度は1平方キロメートルあたり約1768人で、適度にゆとりがある感じだな。なるほど、ぎゅうぎゅうじゃないけど、賑やかな感じかしら。京都市は三方を山に囲まれた盆地にあるんだぜ。東山、北山、西山って呼ばれてるんだ。山に囲まれてるから、自然も豊かなのね。そうなんだぜ。東は滋賀県の大津市や高島市、西は大阪府の高槻市や島本町、南は宇治市や八幡市、北は南丹市や亀岡市と隣接してるんだ。いろんな市町村と接してるのね。関西の真ん中あたりにあるってことかしら？その通りだぜ。大阪からも電車で30分くらい、名古屋からも新幹線で35分、東京からは2時間ちょっとで行けるんだ。アクセスがすごくいいのね。観光客も行きやすいわ。京都って昔から都だったって聞いたことがあるけど、いつからなの？それが794年、桓武天皇が平安京に都を移した時からなんだぜ。794年。泣くよ、ウグイス平安京、よね。そう、その語呂合わせで覚えてる人も多いよな。それから約1074年間も日本の首都として栄えたんだ。1074年間。1000年以上も都だったのね。実は平安京の都市計画がすごかったんだぜ。5番の目のように道路を整備して、今でもその名残が残ってるんだ。5番の目？どういうこと？縦の通りと横の通りが直角に交わってて、上から見ると将棋盤みたいになってるんだぜ。だから京都の人は、四条河原町、とか通りの名前で場所を表すんだ。へえ、昔の都市計画が今も生きてるなんてすごいわ。ちなみに、京都、っていう名前、実は明治維新以降に正式に定着したんだぜ。じゃあそれまではなんて呼ばれてたの？京、とか、京市、都、なんて呼ばれてたんだ。都の京、って意味で、まさに日本の中心地だったことを表してるんだぜ。なるほど、でも、そんな立派な都市にも大変な時期があったんじゃない？鋭いなレ夢ム、1467年に応仁の乱っていう大きな内戦があって、11年間も戦いが続いたんだ。11年間も？そんなに長く戦ってたの？そうなんだぜ。この戦いで市街地の大部分が焼けちゃって、上領と下領に分かれちゃったりもしたんだ。せっかくの美しい都が、本当に大変だったのね。でも京都の人たちは諦めなかったんだぜ。町衆と呼ばれる商工業者たちが中心になって、町を復興させたんだ。すごい、京都の人たちの底力を感じるわ。そして1868年の明治維新で、天皇が東京に移ることになったんだ。あ、それで首都が東京になったのね。京都の人はショックだったんじゃない？確かに大きな転換期だったけど、京都は新しい道を見つけたんだぜ。1890年には琵琶湖疎水っていう水路を完成させて、水力発電や工業用水として使うようになったんだ。へえ、古い都から近代都市への変身ね。1889年には日本で最初に市制が施行された都市の一つにもなったんだぜ。日本で最初、やっぱり特別な街なのね。第二次世界大戦では、文化財が多いことから大規模な空襲を免れたんだ。だから今でも古い建物がたくさん残ってるんだぜ。文化財を守ろうっていう意識があったのね。おかげで私たちも見ることができるのよね。さあ、お待ちかねの観光スポットよ。まず何から紹介してくれるの？まずは清水寺だぜ。778年に創建された歴史あるお寺で、清水の舞台から飛び降りる、って言葉の由来になった場所なんだ。ああ、
思い切って何かをするって意味よね。実際の舞台があるの？そうなんだぜ。高さ13メートルの木造の舞台があって、釘を一本も使わない伝統工法で作られてるんだ。釘を使わないで。どうやって組み立ててるの？掛け作りっていう技法で、木材を組み合わせて作ってるんだぜ。舞台からの眺めは絶景で、春の桜、秋の紅葉の時期は特に美しいんだ。13メートルって結構高いのね。本当に飛び降りたら大変じゃない？江戸時代には実際に飛び降りて願掛けする人もいたらしいぜ。234人が飛び降りて、生存率は 85.4% だったって記録があるんだ。本当に飛び降りてたの？危ないわよ。もちろん今は禁止だけどな。清水寺には音羽の滝っていう、3筋に分かれた滝もあるんだぜ。3筋？それぞれ違うご利益があるのかしら？学問成就、恋愛成就、延命長寿のご利益があるって言われてるんだ。でも欲張って全部飲むとご利益がなくなるらしいぜ。一つだけ選ばないといけないのね。迷っちゃうわ。次は金閣寺だぜ。正式には六音寺って言うんだけど、金箔で覆われた斜里殿があまりにも有名なんだ。キラキラの建物ね。どのくらい金箔を使ってるの？なんと約 20kg の金箔を使ってるんだぜ。もともとは室町幕府三代将軍の足利義満が建てた別荘だったんだ。20キロも。すごく贅沢ね。1950年に放火で消失しちゃったけど、1955年に再建されて、1987年には金箔を貼り直してピカピカになったんだぜ。一度焼けちゃったのね。でも復活してよかったわ。池に映る逆さ金閣も美しくて、雪が積もった冬の金閣寺は特に幻想的なんだぜ。四季それぞれで違う顔を見せるのね。伏見稲荷大社も絶対に外せないぜ。全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮なんだ。3万社の総本宮。すごく格式が高いのね。千本鳥居が有名だけど、実は全部で約1万基もあるらしいぜ。1万基1000本どころじゃないじゃない。これらの鳥居は、願い事が、通った、お礼として奉納されたものなんだ。一番小さいものだと17万5000円から奉納できるんだぜ。へえ、個人でも奉納できるのね。でも1万基もあるなんて、どれだけの人の願いが叶ったのかしら。山頂まで続く山道を歩くと、往復で2時間くらいかかるんだ。まるで異世界に迷い込んだみたいな雰囲気だぜ。2時間。ちょっとした登山ね。嵐山も京都の代表的な観光地だぜ。渡月橋っていう橋が有名で、桂川に架かる155メートルの橋なんだ。渡月橋って素敵な名前ね。月が渡るって意味？鎌倉時代の亀山天皇が、熊なき月の渡るに似る、って言ったことから名付けられたんだぜ。ロマンチックね。他には何があるの？竹林の道も有名だぜ。約400メートルの小径の両側に竹が生い茂ってて、まるで緑のトンネルみたいなんだ。竹のトンネル、涼しそうで気持ちよさそうね。あと二条城も世界遺産の一つで、徳川家康が築城した城なんだぜ。大政奉還が行われた歴史的な場所でもあるんだ。大政奉還、歴史の教科書で習ったわ。うぐいす張りの廊下も有名で、歩くとキュッキュって音がするんだ。忍者対策だったんだぜ。京都といえば、美味しいものもたくさんありそうね。まずは京料理だな。京料理には大きく分けて4つの系統があるんだぜ。4つも。どんな種類があるの？有足料理、精進料理、懐石料理、おばんざいだぜ。有足料理は宮廷料理、精進料理はお寺の料理、懐石料理はお茶席の料理、おばんざいは家庭料理なんだ。それぞれ違う場所で発展した料理なのね。おばんざいは、おばんざいって書いて、毎日のおかずって意味なんだぜ。旬の野菜を使った優しい味付けで、素材を無駄にしない工夫がされてるんだ。エコな料理なのね。どんなおかずがあるの？例えば、煮しめっていう野菜の煮物とか、ヒロースっていうがんもどきの煮物とか、季節の野菜を使った料理がたくさんあるんだぜ。優しい味がしそうで美味しそうね。京都といえば湯豆腐も有名だぜ。南禅寺の周辺が発祥と言われてるんだ。湯豆腐って、お豆腐を温めただけじゃないの？それが違うんだぜ。京都の軟水で作られた絹ごし豆腐を、昆布だしでじっくり温めて、特製のポン酢やタレでいただくんだ。豆腐の甘みが引き立つんだぜ。シンプルだけど奥が深いのね。お店によって味も違うのかしら？そうなんだ。老舗の、純正、とか、奥丹、なんかが有名で、それぞれ秘伝のタレがあるんだぜ。秘伝のタレ、食べ比べしてみたいわ。ニシンそばも京都名物なんだぜ。京都は海から遠いから、昔は保存の効く磨きニシンが貴重なタンパク源だったんだ。磨きニシンって干したニシンよね？そう、それを甘辛く煮つけて、かけそばの上にドンと乗せるんだぜ。松葉っていうお店が発祥と言われてるんだ。甘辛い味付けとお蕎麦の組み合わせ、美味しそう。サバ寿司も京都の名物だぜ。
これも保存食として発達した料理なんだ。お寿司なのに保存食？塩と酢で締めたサバを使うから、普通の寿司より日持ちするんだぜ。若狭から京都までサバを運んだ、サバ街道、っていう道もあったんだ。サバ専用の道があったの。それだけ重要だったのね。京野菜も忘れちゃいけないぜ。聖護院かぶら、九条ネギ、カモナス、エビイモなど、独特の品種があるんだ。普通の野菜とどう違うの？例えばカモナスは、普通のナスより大きくて丸い形をしてるんだ。肉質が緻密で、タラガにするととろけるような食感になるんだぜ。とろけるナス？食べてみたいわ。京菓子も有名だな。生菓子、干菓子、半生菓子があって、季節感を大切にした美しい和菓子なんだぜ。見た目も楽しめるお菓子ね。八つ橋も京都土産の定番だぜ。小八つ橋と焼き八つ橋があって、日記の香りが特徴的なんだ。京都のお祭りって、すごく有名なのがあるわよね。祇園祭りのことだな。日本三大祭りの一つで、7月の1ヶ月間も続く大きなお祭りなんだぜ。1ヶ月も？そんなに長いお祭りなの？正確には7月1日から31日まで、いろんな神事や行事があるんだ。もともとは869年に疫病退散を祈願して始まったんだぜ。1000年以上も続いてるお祭りなのね。メインは7月17日の前祭と24日の後祭の山鉾巡行だぜ。全部で33基の山鉾が街を練り歩くんだ。出しって重そう。どのくらいの大きさなの？一番大きいなぎなた鉾は高さ約25メートル、重さ約12トンにもなるんだぜ。車輪だけで 1.9 トンもあるんだ。12トン？そんなの動かせるの？ 40人から50人で引っ張るんだ。辻回しっていう90度の方向転換は、竹と水を使った伝統技法で行うんだぜ。竹と水で？どうやって？車輪の下に竹を敷いて、水をかけて滑らせながら回転させるんだ。えんやらやーって掛け声とともに、みんなで力を合わせるんだぜ。昔の人の知恵ってすごいのね。他にはどんなお祭りがあるの？ 5月15日の葵祭りも京都三大祭りの一つだぜ。正式には鴨祭りって言うんだ。葵って植物の葵？そう、参加者全員が葵の葉を身につけるから葵祭りって呼ばれるんだぜ。平安時代の貴族の衣装を着た500人以上の行列が、京都御所から下鴨神社、上鴨神社まで約8キロを練り歩くんだ。500人も、まるで平安絵巻が動いてるみたいね。斎王代っていう、未婚の女性が主役を務めるんだ。十二人を着て腰に乗る姿は本当に優雅だぜ。十二人一度着てみたいけど、重そうね。約30キロもあるらしいぜ。8月16日の五山送り火も京都の夏の風物詩だな。あ、大文字焼きのことね。正式には五山の送り火って言うんだぜ。大文字、妙法、船形、左大文字、鳥居形の5つの送り火があるんだ。5つもあるの？全部違う山なの？そうなんだ。お盆に帰ってきた先祖の霊を送り出す行事で、20時から順番に点火されるんだぜ。幻想的で綺麗でしょうね。10月22日の時代祭も見応えがあるぜ。平安神宮の創建を記念して始まったお祭りなんだ。時代祭？どんなお祭りなの？明治維新から平安時代まで、8つの時代の衣装を着た約2000人が行列するんだぜ。まるで日本の歴史の教科書が動いてるみたいなんだ。2000人も、準備が大変そうね。季節ごとの見どころもたくさんあるぜ。春はまず桜だな。京都の桜の名所ってどこがあるの？哲学の道が有名だぜ。銀閣寺から南禅寺まで約2キロの小道に、約450本の桜が咲くんだ。450本も、桜のトンネルになりそうね。丸山公園のしだれ桜も見事だし、醍醐寺は豊臣秀吉が花見をした場所として有名なんだぜ。秀吉も花見をしたのね。夏はどう？夏といえば川床料理だな。鴨川沿い焼き船で、川の上に床を作って涼みながら食事をするんだ。川の上で食事、涼しそうで気持ちよさそう。貴船の川床は特に涼しくて、真夏でも天然のクーラーみたいなんだぜ。気温が市内より10度も低いこともあるんだ。10度も？別世界みたいね。秋は紅葉が素晴らしいぜ。東福寺の通天橋から見る紅葉の海は圧巻だし、嵐山の紅葉も有名だな。紅葉の海、綺麗でしょうね。栄冠堂も、もみじの栄冠堂って呼ばれるくらい紅葉が美しいんだぜ。ライトアップもあって幻想的なんだ。ライトアップされた紅葉、ロマンチックね。冬は？冬は雪化粧した金閣寺が有名だぜ。でも京都市内で雪が積もるのは年に数回だから、見られたらラッキーなんだ。レアな光景なのね。貴船神社の積雪日限定の、雪見灯籠のライトアップも幻想的だぜ。あと、初詣も京都ならではの雰囲気があるんだ。
京都って古い町のイメージだけど、現代的な取り組みもしてるの？もちろんだぜ。実は京都には世界的な企業がたくさんあるんだ。そういえばさっき任天堂って言ってたわよね。任天堂は1889年創業で、もともとは花札やカルタを作ってた会社なんだぜ。それが今や世界的なゲーム会社だ。花札からマリオやゼルダを生み出したなんてすごいわ。京セラも京都の企業で、もともとは、京都セラミックって名前だったんだ。今では電子部品の世界的メーカーだぜ。京都のセラミックで京セラ、わかりやすいわね。オムロンや村田製作所、島津製作所、ワコールなんかも京都発の企業なんだぜ。ワコールも京都なの？意外だわ。実は京都は、ベンチャーの都、とも呼ばれてて、新しい企業が生まれやすい土壌があるんだぜ。伝統的な街なのにベンチャー？なんだか不思議ね。伝統工芸の技術を応用した先端技術とか、職人気質が革新的なものづくりに繋がってるんだ。なるほど、古いものと新しいものが融合してるのね。京都は、大学の街、としても有名で、人口の約 10%、つまり約15万人が学生なんだぜ。15万人も学生がいるの。まさに学生の街ね。京都大学をはじめ、同志社大学、立命館大学など38の大学、短大があるんだ。大学の密度は日本一なんだぜ。38校も、勉強するには最高の環境ね。最近では、京都議定書、で環境先進都市としても注目されてるんだ。2050年までに CO2 排出量実質ゼロを目指してるんだぜ。京都議定書、地球温暖化対策の約束よね。観光面でも新しい取り組みをしてるぜ。オーバーツーリズム対策として、混雑を避ける分散型観光を推進してるんだ。オーバーツーリズム？観光客が多すぎて、地元の人の生活に影響が出ることだぜ。朝観光や穴場スポットの紹介で、混雑を分散させようとしてるんだ。確かに有名な場所は混んでそうね。地元の人も大変だわ。市バスの、前乗り氷、方式への統一とか、多言語対応の強化とか、観光客にも市民にも優しい街づくりを進めてるんだぜ。今日は京都市について本当にたくさんのことを教えてもらったわ。千年の都だけあって、語りきれないくらい魅力があるよな。794年から1000年以上も日本の中心だったなんて、改めてすごい歴史を感じるわ。世界遺産が17個もあって、それぞれに深い歴史と文化があるんだぜ。清水の舞台、金閣寺、千本鳥居。どれも一度は見てみたいわね。祇園祭の山鉾巡行も、五山の送り火も、実際に見たら感動するだろうな。京料理も食べてみたいし、川床で涼みながらお食事なんて憧れちゃう。伝統を守りながら、任天堂みたいな革新的な企業も生まれる街。それが京都の魅力だぜ。皆さんは京都市のどんなところに一番興味を持ちましたか？世界遺産巡り、伝統的なお祭り、美味しい京料理。楽しみ方は本当に無限大だぜ。私は哲学の道を歩いてみたいわ。桜の季節に行けたら最高ね。私は貴船の川床で涼みながら、京料理を堪能してみたいな。皆さんの京都の思い出や、行ってみたい場所をコメント欄で教えてくださいね。この動画が役に立ったら、チャンネル登録と高評価もよろしくな。それじゃあ、京都の言葉でお別れしましょう。京言葉で、おおきに、は、ありがとう、って意味だぜ。皆さん、今日はほんまにおおきに。また次の市区町村紹介でお会いしましょう。おおきに。またねー。